こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちら。このポコポコが可愛いワンハンドルのショルダーバッグの作り方をご紹介したいと思います。こちら、なんといっても、もうポイントは見るからにこのポコポコっとした、もう全面バッグの底も、本体もこのハンドルも全部ポコポコの編み地がポイントのバッグになっています。しかもちょっと大きめのバッグが欲しいなと思って肩にかけるとこのくらいなんですけど、結構大容量、たくさん入るバッグを編みました。そしてこちらの編み地のポイントなんですけど、だいたいポコポコするときってパブコン編みを使って編むんですね。結構ゴロッとした編み目がすごく可愛い編み方になるんですけど、今回はそこまでポコポコさせないように、この長々編みの玉編みを使ってポコポコさせました。なんかちょっとふわっと出る感じ。なんかちょっとキルティングっぽい雰囲気にしたいなと思って、この長編みと長編みの間に、ちょっと長さの長い長々編みのパブコン、長々編みの玉編み、長々編みが5目なんですけど、長々編み5目の玉編みを入れることで、ちょっと長さが違うので、キュッと縮まってポコッと出るっていうような仕組みになっています。こんな感じ近くで見ると。わかりますかね？パブコンだともっとゴロンと出るんですが、こっちの方が少し糸も、ポコポコするけど、糸もそこまで消費しない編み方ができたんじゃないかなと思っています。それでちょっと大きめに作りたくて、しかもパブコン編みってことで、これは結構大変だなと思って、今回結構ざっくりめの、コットンニートですね。よく使っているケイト・ピエロさんのコットンニート、結構極太のコットンニートで編みました。しかもかぎ針は7号針を使ってザクザクと。結構ね、太い糸を使ったとはいえ根気のいるバッグなんですけど、すごく可愛くできたので、ぜひぜひこの春のお供にいかがでしょうか。こちらの糸もね、結構空張り豊富なので、皆様お好きな糸で編んでいただけたらいいかなと思っております。そして動画に入る前に概要欄にですね、こちらの糸の詳細、あと購入したお店の URL だったりとかを記載するので、もしよかったら見てみてください。あと参考にいつもしている本のURL だったり、あと SNS の情報ですね。あとこちらのバッグの編み地もオンラインストアで販売するので、そちらの URL も記載するので、もしよかったら見てみてください。そして、ちょこちょこ編まれる人用にチャプターも目次のように記載しているので、もしよかったら見てみてください。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。本日はこちらを使って編んでいきます。こちらはケイト・ピエロさんのコットンニートです。色番は601番のこのアイボリーのお色を使って編んでいきます。そして使用するかぎ針はこちらの7号針を使用していきます。まず作り目から編んでいきます。作り目は鎖編みで41目です。糸の下に針を当ててくるっと回します。そしてこの根元を押さえて針に糸をかけてこの輪に通します。そしてこれから、これで準備が整ったので、ここから鎖編みを41目編みます。針に糸をかけて輪に通す。針に糸をかけて輪に通す。これを繰り返して41目編んでいきます。作り目が41目編み終わりました。そしたらまずはバッグの底から編んでいきます。このピンクの色付けされてあるところがバッグの底になります。バッグの底は全部で13段ですね。そして今回こちらのバッグはこの玉編みを編むところとコマ編みを編むところ、この2段を繰り返して編んでいきます。そして一模様はこの4目ですね。4目2段を一模様として繰り返して編んでいきます。はい、そしたらまず1段目。1段目はまず立ち上がり鎖編み3目を編みます。そして鎖編みを1目編んだら、次こちらの作り目を割って、鎖編みの鎖1本と裏山を拾って、こちらの玉編みを編み入れます。
ここがちょうど41、40、39目の作り目にあたるところですねに割り入れます。そしてこれは、長々編み5目の玉編みです。こちら編みながら説明していきます。そしてまた鎖編み1目を編んだら鎖編み1目、作り目1目飛ばして長編みを編み入れる。そしてまた鎖編み1目、玉編みを編み入れて鎖編み1目、1目飛ばして長編みという風に編んでいきます。それでは編んでいきます。今ここ作り目の39目目に印をつけています。そしたらまずは立ち上がり鎖編み3目を編みます。そしてもう1目鎖編みを編みます。そして次から長々編み5目の玉編みを編みます。長々編みなので針に糸を2回このように巻きつけたら、作り目の39目目にこの鎖1本と裏山を、これが裏山ですね、を拾って針に糸をかけて引き抜きます。そしたら今度今ここに針に4本糸がかかっていると思うのですが、2本ずつ引き抜いていきます。糸をかけて2本を引き抜く、糸をかけて2本を引き抜く。そして一旦ここまで止めます。途中までの長々編みを5目編んで最後に一気にまとめる。そうすると長々編み5目の玉編みが編めます。そしたらまた引き続き長々編みを途中まで編んでいきます。今これで長々編みが途中まで3目編めてますね。あと2目編みます。はい、そしたらこんな風に途中までの長々編みが5目編めました。そしてこの針には今1,2,3,4,5,6本かかってます。そしたらこれを針に糸をかけてこの6本を一気に引き抜きます。これで長々編み5目の玉編みが編めました。そしたら次の目鎖編みを1目、長編みは針に1回糸をかけます。そして作り目を1目飛ばしてその次の目に針を入れてこれを繰り返して編んでいきます。この玉編みを長々編みにすることでポコッと立体的になるようにします。こんな感じですね。鎖編み1目、1目飛ばして長々編みを途中までそしてこの6本を一気に引き抜く鎖編み1目飛ばして長編み、はい、これを繰り返していきます。1段目が編み終わりました。こんな感じです。それでは次2段目編みます。2段目立ち上がり鎖編み1目、そしてすべての目に細編みを編み入れていきます。前段が鎖編みのところは鎖編みを側ですくって細編みを編みます。じゃあ2段目編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを1目、ただ前段長編みなのでこの長編みの頭の鎖に針を入れて細編み、次は鎖編みなので側ですくって細編み、次はこの玉編みの頭に針を入れて細編み、次は鎖編みなので側ですくって細編みという風に鎖編みのとこだけ側ですくって、それ以外は通常通り細編みを編みます。2段目編み終わりました。そしたらこの1段目と2段目を繰り返して13段目まで編みます。
次3段目立ち上がり鎖編み3目、そしてもう1目鎖編みを編みます。そしたら途中までの長々編みを5目編んで、長々編み5目の玉編みを編みます。で鎖編み長編み、はい、こんな感じで13段目まで編んでいきたいと思います。はい、13段目まで編み終わりました。こんな感じですね。結構ポコポコとして立体的で可愛いです。それでは今度バッグの側面を編んでいきます。はい、次14段目です。14段目からぐるっと側面に入っていきます。こちらの図を見てわかるように、長編みの足にはコマ編み3目、コマ編みのところにはコマ編みという風に編んでいきます。この長編み3目はコマ編み3目は長編みの足を拾って編みます。そしてこのコマ編みはこの側面に編み入れていく感じですね。という風にぐるーっと編んでいきます。そしてこの上下ですね。上下は、上は特にこの間で編んだこのコマ編みとほぼ同じですね。そしてこの下の部分、ここは作り目が鎖1本ずつ余っていると思うので、その鎖1本を拾ってコマ編みを編んでいきます。それでは14段目編んでいきます。側面から編んでいきます。側面でこっちが上下ですね。そしたらまず立ち上がりを編みます。鎖1目。そしたらまずこの長編みの足を側ですくってコマ編み、側ですくってコマ編み、側ですくってコマ編み、これでコマ編みが3目編めました。そしてこのコマ編みのところ、ここに針を入れます。ここに針を入れてコマ編み、そしてまた長編みの足を側ですくってコマ編み、こんな感じでどんどんコマ編みを編んでいきます。そして今度底の部分ですね。14段目の底の部分を編んでいきます。そしたら今度ここ鎖1本余ってる場所にコマ編みで、その隣は、何も編まれていないんですが、ここに鎖1本と裏山を拾って編んでます。そして1本残ってるところはコマ、ここは鎖1本と裏山、針が入れにくい人は側ですくっても問題ないです。こんな風にしてぐるっと編んでいきます。14段目ぐるっと一周編んできました。そしたら1目目に編んだこの鎖にコマ編みの頭の鎖に針を入れて引き抜き編みをして閉じます。これでぐるっとコマ編みが編めました。そしたらここからは基本的にもう編み方は全部同じです。この、底の部分は平らだったので表裏で平編みで編んだんですけど、14段目15段目からはぐるぐるっと輪にして編んでいきます。はい、次は15段目を編みます。15段目編みます。立ち上がり鎖編み3目、そしてさらに鎖編み1目、そしたらここの前段のこのコマ編み、先ほど引き抜き編みをしたところ、ここはこの鎖3目の台の目となるので、さらに1目分飛ばしてここに編み入れます。なので見た目的には2目飛ばす感じですね。でここから編んでいきます。編み方は同じですね。バッグの底の部分と同じ長々編み5目の玉編みを編みます。
1目飛ばして長編み、こんな感じで編んでいきます。鎖編み、こんな風にバッグの底も側面もすべてこの玉編みできるような感じで編んでいきます。それではこの14段目15段目ですね、繰り返しながらぐるぐると編んでいきたいと思います。図案がこちらです。基本的には増減なしで全部編んでいくので、その前段に習いながら目数を揃えて編んでいってください。はい、36段目まで編み終わりました。こんな感じで底もバッグの側面もポコポコしていてすごく可愛いです。こんな感じでパプコーンとはちょっと違う玉編みのポコポコなので、こんな感じで、程よくポコポコって感じですかね。パプコーンだともっとボコッと出てくるんですけど、これは程よく柔らかい印象のポコポコです。でこのタイミングでのちょっとサイズを簡単に測ります。今横が45センチですね。でバッグの底がここからここまでなので、そこが13センチで、高さが約23センチぐらいですね。それでは次はハンドルを作っていきます。まずこっち側からハンドルを作っていこうと思います。この玉編みが12345個できる感じで、ハンドルをまっすぐ編んでいきます。で、バッグの底は平編みで表裏で編んで、側面はぐるぐるっと輪編みで編んだのですが、今度このハンドルはバッグの底と同じく平編みで表裏と編んでいきます。そしてこの玉編みの方が表に来るように編んでいきます。まずここ今36段目のここで編み終わってるのですが、一旦糸をカットします。そしてここに糸をつけて編み始めていきます。そしたら一旦糸をカットですね。今引き抜き編みで終わってます。ここ引き抜き編みで終わってます。そしたらもう一回キュッと引き締めて糸をトキンとカットして引き抜きます。そしてこの糸は裏側で始末をします。そしたらここからここに移動します。ハンドルをつける位置ですね。ここから今ここが編み終わりで、ここ移動して12345個の玉編みのこっちの左側にいる長編みの上に編まれているこの細編みにも印をつけます。これがハンドルの幅になります。反対側も同じように図案と同じ位置に印をつけたいと思います。それではハンドルを編んでいきます。まず糸をつけます。この糸端を持って2つ折りにして先ほど印をつけたところですね、針を入れます。そしたらこの針に糸をかけて引き抜きます。そしたらここからはもう今まで編んだのと同じですね。基本的にはバッグの底と同じような感じで編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み3目、そしてもう1目鎖編み、長々編みの玉編みを1目飛ばしてその次の目に途中までの長々編みを5目編みます。そしてこの今針にかかっている6本を一気に引き抜いてまとめます。これで
長々編み5目の玉編みですね。そして1目鎖編みで1目飛ばして長編み、これを繰り返していきます。はい、37段目、ハンドルの1段目ですね。ここまで編めました。そしたら最後にこの印をつけたところに長編みを編み入れる。そうするとこんな感じでハンドルの1段目ですね、できます。そしたら次2段目、図案で言うと38段目ですね、編んでいきます。38段目、ハンドルの2段目編みます。そしたらこれを裏返します。そしてここからはすべての目に細編みを編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み1目、そして前段の長編みの頭の鎖に針を入れて細編み、そして鎖編みは側ですくって細編み、玉編みの頭に針を入れて細編み、鎖編み側ですくって細編み、このようにして細編みをすべての目に編み入れていきます。ここまで編めました。そしたら、最後ここ鎖編み1目側ですくって立ち上がり残り、今裏側が見えてるんですが、123目目の針を入れて細編み、はい、これでハンドルの2段目38段目ですね、図案でいうと38段目が編めました。これを同じように繰り返して編んでいきます。そしてこの反対側ですね、反対側も糸をつけて同じようにハンドルを編んでいきます。はい、ハンドルが編み終わりました。ここのバッグの上の縁で36段で、ここまでで52段ですね、編み終わりました。そしたら最後にこのバッグの端と端を剥ぎ合わせていきます。そしたらバッグのこのハンドル引き抜き編みで剥ぎ合わせていこうと思います。こんな感じで中表に合わせていただいて、ここに細編みの頭の鎖が1234本並んでいるのですが、この内側の1本ずつを拾って編んでいきます。こんな感じで針を入れて引き抜き編みをします。すべての目を拾って引き抜き編み、こんな感じで引き抜き編みで全ての目を拾って閉じていきます。全部剥ぎ合わされました。そしたらこの糸端をチョキンとカットしてキュッと、でこの糸は内側にしまっていきます。はい、こんな感じでポコポコバッグ完成です。はい、それではサイズを測っていきます。まずバッグの底がここからここですね。バッグの底18センチで、横幅が46センチ、そして高さ、このバッグの底までの高さですねが25センチ、そしてハンドルが38センチになっています。重さです。396g ですね。1玉 40g なので10玉以内で完成します。いかがだったでしょうか。ポコポコが可愛い玉編みのワンショルダーバッグ、ぜひぜひ編んでみてみてください。結構大容量なのでこんな感じでカジュアルに持って重宝するのではないかなと思っております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。